まさぴーチャンネルでーす。こんにちは。もうめっちゃ迷ってん。言うとったね。俺。気になるでしょ、皆さん。何を悩んだか気になる。めっちゃ悩んで。珍しく真剣に悩んだね。真剣に悩んだ。はい。テッソロッサと、チリンドリ。充実チリンドリ。ね。はい。けどやっぱ最終モデルと言われてる12気筒フェラーリの、あっち行きたいなとか、テッサロッサが出るみたいな。名前がかっこいいやん。テッサロッサみたいな。かっこいいよね。だからそんなんも踏まえて悩んで、今日、注文してきます。いよいよですね。はい。今、コーンズ向かって注文してきます。皆さん、楽しみにしててください。行ってまいりまーす。行ってこ到着しました、コーンズ。見てください。フェラーリーって書いてますわ。じゃあ、とりあえず、今から注文してきます。どれにしたのかな、楽しみですね。行ってきます。すいません。奥です。はい、ありがとうございます。かっこいいな。これですよね。これチリンドリークーペですね。あ、クーペなんや。ドリームラゴン。僕、仕様全部決めてきましたんで。ちょっと再現してみよう。はい。めっちゃかっこいいっすやん。やばいっすやん。やっぱりです。やばいっすやんか。これ、あれ、なんですか？どうですか？これ。これ SF90。ああ、噂の。はい。これ電気なんですよね。これ、3モーター。エンジン V8 エンジンプラス3モーター。めっちゃかっこいいね、これ。で、これの今、新しいのがこの間のテストです。ああ。ね。これ1000馬力。1000馬力。テストラスタ1050馬力。はあ。チリンドリは830馬力。ああ、なるほど。ただ、チリンドリは純粋なエンジンなんで、NA の V12 なんで。なるほど。テスラさん今ないんですか？テストラスタはまだ来てないです。この間、メーカーから借りてた。なるほど、なるほど。イタリアから来た車なんで。これかっこええな。言っときますか、つなぎで。つなぎコーンズは怖いわ。怖い。うわー、かっこええわ。はい、すいません。ちなみに、ぶっちゃけな話ね、結構テスタロッサも、チリンドリも、結構競争率高いんちゃうんですか？高いですよ。普通には買えないでしょ、絶対。買えないですし、はいチリンドリはもういつ終わってもおかしくないんで。これ何台で決まってるんですか？いや、台数的には限定車じゃないんで決まってはいないんですけれども、はい欲しい人の方が需要と供給のバランスでいくと。最後の12気筒って言われてるじゃないですか。一応ね、はい、あれどうなんですか、高田さん的にどう思います？でももう希少にはなってくると思いますよ。今後本当にそのフェラーリだけじゃなくて業界自体がどうなるかわかんないんで、このでかい排気量の12気筒を作ってるメーカーがフェラーリとランボルギーニもルベルトとか乗ってますけど、あれもハイブリッドになっちゃってますし、だいぶ希少にはなってくると思いますけどね。ちなみに僕ね、まだ迷ってるんですよ、テッサロッサかチリンドリか。ただね、悩んでるところは、テッサロッサって名前のブランドはすっごい好きなんですよ。かっこいいじゃないですか。テスタロッサ。テスタロッサ。テッサ。テスタロッサ。なんか関西人はテッサロッサ言うてるかもしれないです。なんかね。うとこのチーム編集長に言われたんですけど、絶対数入れられへんやんみたいな。けど半分電気じゃないですか。補助ですよね。補助してくれるんで、ただありえない加速はしてくれるんで。やっぱ1000馬力。1000馬力。エンジンって回転回って回転とともに力が出てくるんですけど、モーターってスイッチオンオフじゃないですか。0か100なんで、グッと踏んだ時のエンジンのサウンドを聞きながらモーターが補助して押してくれるんで、加速的には今からの主流になってくるのかなっていう感じもしますし、それを考えるとその純エンジンでこんなでかい排気量でぶん回せる12気筒も珍しい。チリンドリもね、悩ますな、もうまた。悩ますな、むっちゃ悩ますな、もう。どうですかね。どうしましょうか。いや、もうどっちがいいか、もう決めてもらおうかな、なんやったら。いや、もう一応ご要望通り頑張って枠は確保したんで。あれな、さすがでしょ、やっぱりね。すごいね。じゃあもうもう本当にもう決めますわね。はい。ちょっと待ってくださいね。聞こうか。どっち？それで決めんの？いや、僕ね、もう半分決まってるんですよ。やっぱりもうエンジンの最後の12気筒の
デューディッチチリンドリで。はい、ドゥーディチチリ。ああ、そうだ。名前も知らんっていうね。テッサロッサも言えない。チリンドリ。デューディッチチリンドリで。ありがとうございます。お願いします。はい。もう出てますしね。バチッと。もう今、画面はすぐ出せるんで。はい。僕ね、はい、ここを黒にしてほしいんですよ。全部。ボディですか？ボディをね。ボディ。黒って言ってもちょっとラメの入った黒あったじゃないですか。ネロギャラクシーっていうのがあります。はい。もうこれはもうテッサロッサでもそうしようもとったんで。あ、なるほど。はい。見てこれ。これめちゃめちゃかっこよくないこれ。かっこいいな。これ。何これ。わかるかなこれ。動画で。これめっちゃかっこよくない？これ実物は、はい。めちゃくちゃギャラクシーしてます。ギャラクシーどういうことですか？もう銀河みたいになってるんで。全然雰囲気変わるね、赤と。うん。見てくださいよ、これ。これ正直ね、あんまり顔面は僕好きじゃないんですよ、こういう。どっちか言ったら FF90 とか、あっちの方がかっこいいんですけど、はい、これけどかっこええよな。これ正直音やばいでしょうね。さようでございます。そうですね。やっぱりフェラーリが誇る12気筒モデルですね。ねえ、はい。いわゆるフェラーリサウンドっていう。さようでございます。これちなみに黒をやってもらっていいですか？黒。承知いたしました。普通の黒ですね。はい。まあソリッドの黒色です。これどっちがいい？さっきの方がいいで。ほんま？マットとかはあるんですか？マットカラーももちろんございます。マットブラック。マットもやばいな。これが普通のネロデイトな黒のメタリックです。でこれちょっと今中なんでわかんないですけど、これがネロギャラクシーです。光当てたらすっごいキラキラが出てきます。個人的にはネロギャラクシーはすごい好きです。マットもやばないですかこれ？すごいな。かっこいいな。マットもやばないこれ。マット。かっこいいね。いやーめっちゃ迷うわ。この黒だけで何番あんねやろね。じゃあ僕の一回好きな黄色一回やってもらっていいですか？黄色。黄色でございます。はい。これがジアロモデナ。これはもうないね。これはない。これの黒の黄色版でジアロトリプロストラートっていう黄色の3層カラーもあります。これもちょっとね、これやっぱ CG なんでちょっと難しいんですけど。ですよね。はい、前もそうでしたよね。本物見るとやっぱり全然。これが今ジアロトリプロストラートです。メタリックの黄色でございます。ちょっとパールが入ったような。いや、ダメです。ダメです。ダメです。ブルーどうですか？ブルーでございます。はい。まあ有名なところでいくとこのブルーコルソ。締まるね。いいね。青のメタリックですね。締まるよね。ブルーツール・ド・フランスというちょっと濃い締まるよねバッチリ。かっこいいね。かっこいい。空色はアズーロ・ラプラタ。アズーロ・ラ来た来たねー。これもかっこよくない？アギラスケベやわな。スケベやな。スケベな色やねこれは。いやけど僕ね黒ってね乗ったことない。乗ったことないですね。ネロギャラクシーとかは多分見ないと思いますよ。設定されてから何台かされてる方はいますけれども、これね。街中では多分ほぼ見ないんちゃうかな。これやっぱりこう街中で太陽光当たったらちょっと光ってるんですか？めちゃくちゃ光ってます。めちゃくちゃ光ります。これとマットはちょっともう一回やってもらっていいですか？マット。マット。はい。やっとかっこよかった。これかっこええよ。これどうなんですか高田さん？個人的には僕はギャラクシーの方が好きなので、なんか派手さありながら、お上品さありながら。ちなみに、ラインとか入れます？ストライプとか。入れないです。入れないんであれば、もう絶対入れないです。どうやろう。ボンネットこれ、クラムシェルって一枚もんになってるんで、切れ目が要はないんですよね。ボンネット、国産車とか、ベンツとか BMW みたいに。もう全部一枚なんですよ。ちなみにここありませんこれ？それはもう熱抜く。これはこのそれ網網です。これはもう決まってない。はい、それはもうこのような状況やいうことです。そうです。で行くとものすごいボンネットが広いんで、ギャラクシーとか面積広いところにこういうの塗ってあげるとものすごい目立つとは思います。ツートンみたいなやつあります？なんかこう紫から。それはねテーラーメイドです。テーラーメイド。テーラーメイドになります。紫ってあります？紫ございます。こういう風にシックに行くか、もうお決まりのパターンで行くか、
もう思いっきりもうむちゃめちゃするか。あ、僕はもうめちゃくちゃしますで、一回だからそれ一回やってみようかなって。あ、こう。ああ、いいね。これがこれもビオラ香港というはい、ので、ビオラ香港ですね。もう一つバイオレットディーうわ、これあ、バイオレットね。これちょっと手が見え見える見える。なあうん。へん。おこれいいやん。これ少ないと思います。ねえ。ビオラ香港は結構前からあるんで、おはい、濃い紫ですね。お上品ですけど、最近直近で言ったらプロサングエとか、ローマスパイダーとかやられてる方いらっしゃいましたね。他なんか変わってるあります？もうむちゃむちゃな色みたいな。ちっちゃいね。最近やったら緑とうか。わあ、綺麗な色やね。ベルデカーズ、綺麗やなぁ。綺麗。これは綺麗。ああとはシグナルグリーン。うわー、この色がいいね。これちょっとクラシックな感じで、うんクラシックっぽく見るんですけど、はい個人的にはめっちゃスポーティーだと思いますね。あ。あとシルバーの中でももうすごくギラギラのシルバーですね。サヌシルバー。これはもうおじいちゃん。これは、また変わりましたね、さっきと。はい。こっちがアルミニウムルシード。ああ、アップできるねおそらく原車で見るとかなりギラギラしてます。ネロギャラクシーのシルバー版そうですね。みたいな感じですね。ちょっとアップしてもらっていいですか？はい。ギャラクシーの。ギャラクシーのでそれでこう、スーッと画面回してあげると。ああ、かっこいい。ああ、すごいな。ああ、わかる。キラキラや。キラキラやな、これ。本物296でありますけど、持ってきましょうか。あ、ぜひお願いします。ちょっとお待ちください。マットはな、乗っとったら艶出てくるから。あ、そうなんや。そうですねそうだからそれを嫌がる人結構おるわ。あ、そだから服触れたりとかするとな、艶出んねん。で、艶出たらもう戻されへんねん。あ油汚れがああ、入るとさすがやな。来てもうてよかった、今日。研磨ができないのでどうしてもこの車のフロントとルーフの部分とリアの部分にブラックのパートがあるんですけども、これがこの車の一応アイコニック的存在になっておりまして、ほどうしてもここは黒く残るんですね。お外のデザイン考えられる際には皆さんこの黒色との組み合わせ、まあ例えばボディを黒にすると全部黒くなるので、はいはいこの辺りがあまり目立ちにくくなる選ばれる。白もやばいっすよね。白もかっこいいな。これ真っ白ですか？これはビアンコアブスというお色なので、ソリッドの、一番通常の白色に。ああ、もうこれもうこの単色ってちょっと分かりにくいねんな、俺。こっちがビアンコセルビーノという方なので、本当に真っ白な。ああ、なるほど。ちなみにテッサロッサで、はい。さっきの銀ギラ銀の黒って見せてもらうことできます？もちろんでございます。うわー、もうこれもうミニ四駆やね。すごいね。かっこいいな。かっこええよなー。うーこっちの方がいかついな、いかついな。いや、すごい。やっぱ後ろにエンジンついてるからね。そうですね。リア、なんでしたっけ、なんとかやんね。ミートシップ。あ、ミートシップ、はい、ミートシップ。うわ、かっこええよな。いや、めちゃめちゃかっこええやん。マットをあってもらっていいですか？マットで。うわいや、あかんあかんあかん。ちょっとチンドに戻してもらっていいですか？すみません。これ悪い。あかん。俺決めたから、チンドに。あかんあかん。ブレるブレる。もう何もない黒もう一回お願いします。何もないですね。普通のソリッドの黒ですね。これはもう、アキラどう？いや、どっちもかっこいいんだけど、うん。ソリッドやとな、うん。アルファードの黒みたいな感じやね。だからあーキラキラせえへん、めっちゃ綺麗けど、あークッキーズとか。あ、なるほど。あ、目立つねや。そうそうそう。あ、そうなんや。そうだから維持というか、考えたらさっきのギャラクシーの方が。マットは、俺捨てがたいね、マット。マットもかっこいいねんけどな。その言うて、ちょっと光沢がなくなんねやろ。だんだんあれやで、虎柄みたいになってくるね。だから、艶出るとこと、艶ないとこと。どうなんこれ乗ってたらなってくんの？乗っててもなってくる。だからミラーの先っぽの方からあーやっぱりその洗車したりとそうですねか、あーほんで運転席周りがどうしても艶が出てくるからほんでパッて横から見た時にさドアノブの周りとかこうやってこうドア閉めるとこだけ艶出てくる。はあだからそれ艶出てまうともう戻されへんねなるほどな。ん。だからそれを結構皆さん嫌がる。 1年ぐらいで出る。早かったら。いや早かったらもっと早いよ。そのしょっちゅう乗ったらね。ああ、そうなんだ。そうそうそううわじゃあほんならもうこれやな。これですよね。これそっちが普通のネロの方です。そっちがギャラクシーです。ちっちゃい方がギャラクシーですね。ギャラクシー。
これがギャラクシーこれがネロ。いやーこれかな。やけどこう、まあまあでも好みやからな。マットがよかったら全然マットでもいいと思うし。やけどハゲてくんねやろ。ハゲるというかそのわかるわかるわかる。ツヤがな。どうしても特にエッジが効いている部分は出やすいですね。ちょっと前もう一回見せてもらっていいですか。これの前、この前とこのマットのもう一回前やってもらっていいですか。承知しました。それは勝ついけどな、これの方が。もう一回戻してください。すいません。うわこれのデメリットって何なの？これは別にない。これは磨けるし、これは全然ないよ。どうしても先ほど申し上げた通り黒く残ってしまうところがあるので、例えば先ほどお見せしたテッサロッサですともう全体的にマットにできるんで統一感が出るんですけど、どうしてもマットな部分とツヤのある部分っていうのこの車はもう存在することになるので、ちょっとだけちぐはぐに見えてしまうかなっていうのはあります。いやほんまかっこいいね。これかなやっぱり。どうしてもこの辺りマットにするとこの後ろのこの辺りがもうツヤありにルースと。ああそういうことか。ちぐはぐに。そういうことか。この辺りが。ね。そういうことやねんね。だからやっぱトップの部分もなりますよね。この開くサンルーフのとこ。すげえなこれ。動くんですね。すごいですね。っていうかすごいじゃん。どうしても A ピラーだったり B ピラーだったりはもうツヤありで残ってしまうので。いやかっこええな。ちょっとこれでさっきの何でしたっけあれ。ギャラクシー。ギャラクシー。うわーちょっとこれ真正面と後ろもう一回見せてもらっていいですか。すみません。うわーうわヒーローやなこんなん乗っとったら。なあこれやばい。うわーこれええのかええのかええのか。うわーええのか。もうここら辺がもうここら辺がもう分かりやすいですよね。もう大理石みたいですもんね。逆に言うたら。はめちゃくちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいいなこれ。このマフラーの感じもめっちゃかっこいいな。けどめちゃめちゃ高いんでしょこれ多分。この色。そうです。約450万ほどぐらいするでしょこれ。お色だけでそうですね。マジで。マットはちなみに何本ですか。マットがさらに高いです。500万円超えてきます。あそうなん。マットカラーが一番高いです。金額としては。こんなやったらマットにする必要ないよね。こんな励みで言うてんやったら。もう半ばこれに決まりやな俺ほぼほぼ。かっこいい。なるほど。けどまあ黒やねんね。ちょっとこのラメラメだな。ショールームとか入れてたらギラギラ感がすっごい出るんですけど。はいこれめっちゃかっこいいですね。かっこいいです。ねえ。黒の3層や持ってもらえれば。はあ。ねえ。ちょっと高田さん開けてください中。これシグナルグリーン。へえ。シグナルグリーン。うわーやっぱこのしっかりカーボン入って。これかっこええわ。途中でちょっとパドルとかも。これもつけてんねや色。僕この色にします。はい。決まりました。決まった。湾曲するところとか見てもらうとすごいキラキラがすごい出てくる。ほんまやね。ええ色や。綺麗な色やね。これスパイダーですか？これは GTB です。当店で閉まるベルホールです。これかっこええわ。うわこれかっこええ色や。これ太陽出てたらもっと光るんちゃう。ここら辺とかねかっこいいです。すごいキラキラ感が出てるんですけど。いやもうこの色にする。決めた。黒で一色なんですけど、見た目以上に派手になると。さっき言ったみたいにチリンドリボンネットがすごいでかいもんね。このすっごい目立つ。しゃー。決まった。決まりました。もう決まりました。
ホイールですね。今ご覧いただいているのが標準のホイールになっています。ホイールは僕ね、これ白どうかなと思うんですよ。白色でございますね。はい。白がなくてシルバーになるんですけど、ちょっ白だ、それちゃうんですか？これはね、スペチュアレ用で、とそうです。ああ、なるほど。はい、塗れないんです。なるほど。真っ黒に塗ったりすることはできますけど、でこれ今鋳造ホイールで標準、何もせずについてくるやつで、それの色違いが一つあるのと、形がこれが単造です。これが単造ホイール。ほぼほぼ皆さんこれを入れてるんですけど、ダイヤモンド単造ホイールと、これもまあ、これもかっこいいな。グレーですね。濃いグレーです。黒はないんですか？黒は、ございます。後から塗るっていう。塗ることはできます。ツヤありの黒に。これが真っ黒です。はい。グロスの黒ですね。黒でしょ。黒がいいです。はい。黒色ですね。はい、マットとグロスと選べますが、どちらがよろしいですか？ツヤありか、ツヤなしです。ツヤありでお願いします。ツヤありの方ですね。ありがとうございます。これがツヤなしです。で、これツヤありです。ありです。はい。はい。これは生産の時に本国で塗ってきますんで。はい。あとはそれと合わせてブレーキキャリパーの色ですね。はい。ブレーキキャリパーブルーで。ブルーでございますね。はい。これがブルーです。アップにしてもらっていいですか？はい。ダサいな。ダサくはないと思うけどね。いや、これダサない。もうちょっと目立ってほしいの。もうちょいブルーないですか？ブルーはもうこの一色になってしまう。他何があります？この色です。あシルバー、ブラック、今ブルーですね。ブラックやってもらっていいですか？ブラックですね。ブラックで。ブラックで。はい。いや、ブルーもう一回やってもらっていいですか？ブルーなんかちょっとちゃうかってんな、イメージが。ブルーは結構正直珍しいです。ですよね。はい。まあ、一回これでちょっと一回押さえてもらっていいですか？承知いたしました。で、次中ですよね。あともうちょっとだけ、そうですね、はい、カーボンとマフラーエンドの部分ですね。はい。何もしないでいただくとこのシルバーです。はい。これを例えばブラックだったり、はい、チタンにも変えれます。多いのはブラックですね。ちなみに音は変わんないです。マフラー見た目だけです、本当に。マフラーカッターみたいな形で、ちょっと真正面から見せてもらっていいですか？はい。中の本当の液体はちゃんと見えてるんで、その覆ってるカバーの部分ですね。別にブラック、これが元々なんですか？元々はステンレス、シルバーですシルバーです。こんな。で先ほど例えばちらっと出てたような上の羽馬等を黒くされるんだったら、まとめて黒くされてじゃあ黒で統一感はすごく締まってくるかなと思います。じゃあ黒で。黒ですね。と一緒にじゃあバッジも黒く。はい。フェラーリのロゴも、羽馬のエンブレムも両方とも黒で。はい。承知いたしました。あとは外装のカーボンのお話になってまいります。まずフロントスポイラー、ちょうど顎の下のあたりですね。はい。あとはサイドシルキック、ドアの下の部分です。はい、アンダードアカバーの部分と、カーボンファイバーリアディフューザー、後ろのディフューザーの部分ですね。はい。この3つが下回りになります。カーボンの方がいいですか？絶対かっこいいですね。で今このフロントスクフロンリーンで、トのちょうど、はい、ここもカーボンにすることができるようになりました。これカーボンじゃないやつにしてもらっていいですか？カーボンじゃないやつだとこのグロスです。ピアノブラックですね。この下も樹脂的に。下の方は樹脂になります。はい、カーボンよね。かっこいいと思うんですけどね。カーボンで。はい。あとはミラーの上のパートだけに。はい。上もこれミラーもカーボンにしてください。カーボンですね。ありがとうございます。外装のカーボンはこれで以上。はい。この内装ですね。そうですね。いよいよ内装。ダッサいねこれ。これじゃないんすか？やめます。じゃあもうやめます。一瞬もしてへんから今に当たるんだ。まあいくか。万ぐらい。何も安なりません。